はい、適当ソング。今日は、裾幅を狭くする裾幅詰めっていうのをやりたいと思います。で、あと追加で素上げもこの1折り分丈詰めるってことなんで、4センチですね。で、4センチ詰めることになります。じゃあ印していきます。単純に、1折り分4センチを詰めるんで、まずその印からしていこうと思います。で、縫い代はこの折り4センチそのまま使おうかなと思います。縫い代も4センチですので、このようにほどけました。で、とりあえず裁断ですね。この折りあたりを切って4センチ縫い代がつきます。で、手膝あたりから、2センチ詰めたいって言ってたんで、だいたい半分でいいと思います。なんでここっすね。ここだから、なんぼ、約50ですね。50のとこからだんだん細くしていく感じになります。で、幅も見といて、ここの幅も合わないとちょっとつりつま合わなくなってくるんで、幅も約4ミリぐらい、この3センチのとこから広くするっていうのを忘れずにって感じで、はい、とりあえずひっくり返して50センチの位置に印します。こんな感じですね。ひっくり返してでも50の位置がここなんで、ここで反対も50の位置で、縫い代4センチ、ここから幅を広げると。で、幅広げるのはまた下、その先ほど印した50センチの位置、ここにあるじゃないですか。ここから自然に1センチ幅を広げるだけなんで、ステッチ定規かなんかルーラータイプの方がいいですね。1センチやってで縫っていくだけです。そしたら変な印しなくても簡単にできます。はい、返し縫いしてあげて、で自然に1センチ狭めていきます。自然にこの4センチ上でちょうどゴールする感じで、そこから先ほど幅広げるって言いましたよね。で、そこにこう、今見えづらいんですけど、このロックミシンのとこにあるんで印が、そこに逃げていく。そしたら幅が広がるんで、はい、で縫えました。で、これラッキーなことにチェーンステッチなんで、チェーンステッチは縫い代が右側にあって、そ
それの裏側がカンヌイにチェーンになってるんで、その裏の下からほどけます。こういう風に簡単にほどけます。でこれは縫い代2センチぐらいなんで切らなくていいと思います。2センチ超えたら絶対切った方がいいですけど、こんぐらいなら大丈夫かと思います。で、はい、でその後こうロックミシンかけるんで、ここ3ミリぐらい止めておきます。ボソッといかないように。で反対も同じように印した50センチからこのように返し縫いして自然に広がっていくだけです。で4センチでゴールして、この場合は外側なんでこっちだけです、幅をいじるのは。なんでそのままゴールしてあげる。でほどく。で今度の場合はこっち側にチェーンの縫い目が見えてますんで、上からほどくという感じです。外してで輪っかをほどいてあげる。チェーンだとめっちゃラッキーと思いますね。レディースとかだと結構カン縫いはないんで、基本メンズの既製服はカン縫いが多いんで、そういう直しだとお直しはほどく時間が、縫いの3倍とかって言われてるんで、その時間がなくなるって考えたらめっちゃ利益率いいなってなっちゃいますね、心の奥で。でここ止めます。でロックミシンの前にアイロンします。縫い代割ります。はい、はい、でロックかけます。反対も同様にまた下からかけます。はい、ました。で白い布なんで、こういうルイスとかは隙間に汚れとか油がついたりしてる可能性があるんで、ザンプでこうしっかり確かめて、でちょっと試し縫いとかして、ですくえてるかちょうどいいかっていうのをきっちり見てからの方がいいです。はい、じゃあでこうさっきロックミシンのホコリなんですけど、黒いホコリって基本グレーとか黒なんで、こういうのが隙間に入っちゃうと縫い代の中で白いので目立ったりするんで、それも気づいたら取っとくようにした方がいいです。じゃあ裾上げていきます。印が見えづらくて消えてるっぽいんで、この4センチ定規でやったりして、であるとこはやっぱ白だと見えづらかったりすぐ消えちゃって分かんなくなったりするんで、
ここだけ気をつけて。で4センチ。ですくれてないとこないか見て、はい、大丈夫そうなんで次いきます。はい、こんな感じです。で、幅細くなりました。ご視聴ありがとうございました。